ですね。この問題は以前虎ノ門ニュースでお伝えしたことがあるかと思いますけれど、去年の秋にですね、アウン・サン・スー・チーさんが日本に来られた11月でしたかね、去年来日しましたよね。あの時にその国家顧問兼、外務大臣という肩書きで、要するにスー・チーさんのグループが政権を取って、ミャンマー民主化されてよかったねっていう船出の時にこのロヒンギャ問題というのがやっぱり結構報道されていて、でスー・チーさん結構責められてたという時に日本に来たわけですね。でね、このスー・チーさんという人をどう見るかっていうことはちょっとそれなりに難しくて、なんでかっていうと、この人はその民主化のリーダーとして、自宅軟禁みたいな状態になってた時はですね、それこそイギリスなんかは、もてはやしてたわけですよ。だってイギリスの傀儡だったんですから。ですからこのアウン・サン・スー・チーさん自体が、その時はちょっとどちらかというとうさんくさいねというふうに私なんかは思っていましたけれど、実際にミャンマーのリーダーになってみたらば、今日本のメディアなんかがそれこそ BBC なんかのもう完全に尻馬に乗ってですね、報道している内容は何かっていうと、アウン・サン・スー・チーはもともとその民主主義あるいは人権というものを掲げてずっと戦ってきたはずなのに、自分が政治権力の座についたらそういうものをかなぐり捨てて、要するにその多数派である仏教徒の支持を得るためにロヒンギャを虐待してるんだって、こういうふうなことを言ってるんですよね。これは全くの要するに欺瞞だってね、前にも申し上げたんですけれども、このじゃあロヒンギャという人たちは何なんですかって話なんだけれども、この人たちをこのロヒンギャという名前で呼んですらいないんですよ、スー・チーさんもミャンマーの人たちも。この人たちはどういう人たちかって言いますと、ロヒンギャというふうに自称はしてるんですけれども、ベンガル人なんですね。でベンガル人であってイスラム教徒なんです。ベンガル人というのはどういう人々かっていうと、大体インドの、東の方にいる、で特にバングラデシュっていう国ありますけど、あそこはバングラデシュというのはベンガル人の国という意味ですから、もともと東パキスタンって言ってたところなんだけれども、そこがそのベンガル人の国として独立して、バングラデシュになってる、あそこら辺にいる人たちと同じ民族なんですよ。でじゃあなんでこの人たちはこんなにそのミャンマー国内で迫害されてるのかといえば、ミャンマーの人たちから言うと、この人たちは国民ではないと。で実際国籍も与えられていないんですね。でその国籍が与えられていない理由は何かというと、もともとこの人たちはそのベンガル地方に住んでましたと。ところがイギリスがですね、英領インド、そのベンガルまで含めた英領インドを支配していて、それがさらにビルマといろいろやり合いをするわけです。でビルマ支配に及ぶ時にこのベンガル人がイギリスの先兵になって送り込まれてきて、それで要するにミャンマーの、特にラカイン州というところですね、このアラカン族という人たちが住んでいるラカイン州をめちゃくちゃにして、ここを要するにイギリスの、最初に足がかりにしていって支配していく。ここに入ってきたイギリス人の先兵として送り込まれてきたのがこのロヒンギャって今言われてるベンガル人なんですよ。完全に負の遺産ですよね。そうです。イギリスの植民地支配の負の遺産の、要するに全部なんていうの、後始末というのかな、それをミャンマーに押し付けようとしてるって構図ですよ。先ほど武田さんがおっしゃられた意を持って意を制すをイギリスがそのビルマに対してやったわけですよね。やったわけです。でこのロヒンギャという要するにビルマに入ってきたこのベンガル人ですね、この人たちがこれはこの人たちに罪があるというよりは、イギリスがこの人たちをけしかけて、そして移住させて、でこのラカイン州の人たちの土地を奪い、焼き払いでこの要するに略奪をしてここに住み着いちゃったんですよ。そういう人たちだから、ビルマは今のミャンマーは多民族のいる国ですよ。だけどどの民族の人たちもいや自分たちも確かに民族間でいろいろあるけどさ、でもあれは別だからと言っていて、このことを私たち責められますかって話なの。そうですね。で今までね、そのミャンマーの人権の星だと言って持ち上げてきたイギリスヨーロッパが、そのスー・チーさんをですよ持ち上げてきたにもかかわらず、ここに来てスー・チーさんに全部その後始末をさせようということで、この女はとんでもないとかっていうふうにもう去年からずっと BBC は責め続けてるんだけど、いや違うでしょと。そうですよね、ごめんね種まいたの俺たちだよねって話が先ですよね。でしょ。
すごいよねイギリス人って相変わらずっていう話なんだけど、根が深いですね。そうでね、この要するにイギリスが入ってきました。でミャンマー国内で、いろんなこう蹂躙されていく、これに対して完全と立ち上がったのがアウン・サン・スー・チーのお父さんのアウン・サン将軍なんですよ。これを要するに支援したのが旧日本陸軍ですから。でそこで一緒に戦ってね、最後はアウン・サン将軍はイギリスに寝返るんだけど、それは最後の最後やっぱり日本の戦況があんまりにも悪くなるから仕方がないんですけどね。要するにそういうビルマが独立していく過程においても、我々の先人っていうのは深く関わってるんですよ。で結局スー・チーさんだって長年ね、要するに仕方なくという部分もあったでしょう。おそらく面中腹愛的なところもあって、イギリスのお人形さんみたいになってきたけれども、実際にこの人だってビルマ人なんだから、やっぱりビルマのリーダーに名実ともにリーダーになってみればね、やっぱりビルマ国民を守るというのは当たり前のことじゃないですか。それでね、昨日実はねこの番組でたびたびご紹介している井本克行さんに、今日実はここで電話出演していただこうかと思ったけれども、ちょっと時間的な時差もあるのでね、昨日の夜中に井本さんに電話をしました。そしたらそこにですね、井本さんは初めて聞く方には申し上げるのはあれですけど、日本人なんですけれども5年以上前から、タイのチェンマイとそれから、ビルマに拠点を移して、向こうで人道支援をしながら、実はその、少数民族武装勢力として、いくつもの勢力がね、ビルマ国軍と戦ってたんですけれども、この人たちの間をお酒を酌み交わしながらこの部族長たちと仲良くなってですね、どんどんその国軍とのビルマ政府との停戦にね、合意させるような動きをしたということで、今やですからその少数民族武装勢力のさらにボスみたいなアドバイザーということになってるんですよね。すごい人がね、いたもんでちょうどねそういうわけでビルマの停戦を止めた男なんて言われているんだけれども、この井本さんに電話したら、いやちょうど今ここにその少数民族の連中来てるんだよと言って、だけどこの人たちもね、もちろんその全土停戦に応じてない民族もいるし、で彼らだっていまだにその停戦にある程度こう向かっていく人たちだって、国軍との間にはいろいろ対立もあったわけですよ。で現在ある人たちもいるんだけど、でも彼ら全員がいやいや自分たちもミャンマー政府や国軍とはいろいろあったけれども、でもロヒンギャは全然それとは別だからと。だってビルマの国民じゃないんだもんということなんですよ。それは国籍があるっていう単なるその手続き上の問題じゃなくって、彼らにとって同胞じゃないわけ。竹島に住み着いた韓国人みたいな感じですか？だってあそこ日本の領土でしょ。なんかすごい例えすぎてものすごい家が出ましたね。だとしたらどうでもいいだろそいつだって思いますでしょ。でしょう。ね、でね、ものすごい例えですね。ここに来てね、要するにそのなんかね、何十万人が移動したとか言ってるでしょ。何十万人、30万人ぐらいがなんか要するに流動化して難民になったとか言ってるじゃないですか。これも怪しくてね。だって30万人なんか一気に普通動く？これは多分先導者がいると言われています。で、NHK の報道なんかでもまずね一つ問題なのはね、 NHK が去年だったかな、去年のその暮れぐらいだったかにこのロヒンギャ特集みたいなのやったんだけれども、このね、なんでこのロヒンギャっていう人たちがここにいるのかという、つまりイギリスが連れてきたんでしょっていう話を全然触れないの。それでロヒンギャの人たちはこんなにかわいそうですっていう話だけを、確かにかわいそうはかわいそうなんですよ。なんだけれども、この人たちがそのかわいそうで一部が過激化したんであると言ってるんですよ。ほんでそれをね、ミャンマー国軍がすごい力でこう弾圧しようとしてるっていう話になってるんだけれども、昨日井本さんたちから聞いたことや、あるいはそのミャンマー国内での報道とかを見るとですね、治安維持部隊は確かに行ってるんですけど、全然大した数じゃないの。井本さんの話によるとね、飛行機2機分ぐらいですって。ですから師団レベルですらないぐらいの治安維持部隊なんですよ。が一旦に過ぎないんですよ。だからそんななんか私たちが想像するようなすごいその圧倒的な武力でもって弾圧するっていうような流れじゃないの。でむしろこの要するに先月ぐらいから起きているこの状況というのは、この、ロヒンギャの、武装勢力、この後ろにははっきりとタリバンついてますからね。で IS とかアルカイダとの連携も言われ始めてるんですよ。でそうなってくるとね、もうミャンマーの中にそういったイスラム過激派が入り込む
きっかけにこの人たちがなってるっていう状況なんです。でね、NHK なんかも非常に無神経にこれは仏教徒対イスラム教徒の対立ですとか言ってるんだけど、もともとそうじゃないからって話なんです。もともと宗教対立じゃないところに、むしろ今新たに宗教対立が生まれようとしているんですよ。もちろん生活習慣違うからいろいろ圧力はあったんですよ、双方が。とはいうものの、もともとは宗教対立という問題ではなくて、イギリスが連れてきてビルマ人に対して、ビルマ人というかそのラカイン族に対してひどいことをした人たちなんだから、同胞だと思われてない人たちなんですよ。だからこの人たちも不幸にしてね、このロヒンギャと今称している人たちも不幸にして、イギリスの植民地支配のせいでディアスポラになっちゃった人たちなんですよ。それをイギリスが責任も取らずにアウンサンスーチーなんとかしろって言ってるっていう話なの。で確かにね、このロヒンギャの人たちもスーチーさんが民主化のために戦ってた時はスーチーさんを支持してたから、この人が天下を取ったら自分たちにとってもいい状況になると思ったんでしょ。だけど、やっぱりこの人はビルマ国民のリーダーですからね、という話です。ですから私はね、一番腹が立つのは日本のメディアがね、日本は少なくとも BBC の尻馬に乗っちゃダメですよ。そうですね。我々が先人だってビルマのね、そのいろんなイギリスからの支配から脱却していくときに本当そうですね、関わって戦ったんですから、一緒に。だから最後は不幸にして日本は敗れたし、それからビルマでは相当まずい作戦で多くの人がね、命を落としたし、それから最後はアウンサン将軍も日本を裏切りましたけどね。でもそれにしたって一緒に戦ったという思いはビルマ側の人たちにも随分あって、スーチーさんが去年来る前にね、ビルマの国防大臣日本に来た時に、稲田当時の防衛大臣に対して、我々はそのビルマという国ができるまでの間に、日本の先人の人たちがね、一緒に戦ってくれたことを決して忘れることはないという一言を残して言ってるんですよ。だからそういうつながりがある日本のメディアが、もうほとんど BBC の出先みたいなねことしか伝えないというのは、もうこれとんでもないことだと思う。そうですね。返す。ミャンマーには日本人墓地がちゃんと大きなのがいくつかありまして、いまだに政府がちゃんときれいにしてるんですね。私そこに慰霊に行きましたけれども、やっぱり地元の人の話聞いていると、日本人がいてくれたおかげで今の我々があるんだみたいなことを言いますからね。そのロヒンギャはねそうかもしれませんけれども、やっぱりいろいろな少数民族があって、少数民族も相当ねスーチンさんに期待していたのに期待を裏切られたって話はあちこちでありましてね、特にカチン族なんてね、期待してたのに全然違うからカチンときたって話がねニュースになってましたけども、リアルにね。そう本当ですよね。でちょっとここに来てまずいのはね、中国がいち早くミャンマー政府を支持するって言っちゃったの。これもまずいんだなっていうのは、ミャンマーがずっと長年経済制裁を受けてた時に、中国がミャンマー国内でやりたい放題だったんですね。要するにミャンマーってすごい資源もある国なんで、ほとんど中国がもっぱらね、言ってみれば収奪してたに等しいんですよ。でもここに来てその経済制裁解けました、民主化されました、日本とかアメリカとかどんどん入っていったんで、中国の影響力ちっちゃくなってたのに、ここに来てまた国際社会がその数値何やってるとかいろんなこと言って攻めてくると、ここでまた中国がいや俺たちはミャンマー政府を支持するよとかって言ったら、またミャンマーが中国に取り込まれちゃうんですよ。そういう国際関係の難しさもあるので、そういう点も考えながら日本のメディアはきちんとここの実相を歴史にも基づいてちゃんと報道してほしいというふうに私は思います。本当に返されそうですね。もう不見識極まりないよね。ありがとうございました。視聴者の方からも続々とまたお声をいただいてます。ありがとうございます。ツイッターでのお声ですがね、昔の大国は甲斐とみなした、下の位ですね、昔の大国は甲斐とみなした国を使って悪巧みをするという定番の行為をしてきましたから、もう騙されませんぞといったお声ですとか、そしてもう一件、これは複雑な問題だ、ロヒンギャのこのニュースに関してですね、複雑な問題だ、バックグラウンドを知らない人がそうそう簡単に論じていい話じゃない、姉語くらい詳しくないと語りきれないなとうとう姉語にされましたよ。あります。もう一つあるのよ。もう一つ言っとかなきゃいけないことがあるの。このね、今のね、このなんかミャンマーですごいロヒンギャが大変なことになってるって話があって、やたら